3、2、1、5。カウントが終わった瞬間、2台のドローンが矢のように飛び出しました。時速120キロ。狭い障害物の間をギリギリですり抜けていくドローン。操縦しているのは、着物を丹精に着こなした72歳のおばあちゃんでした。春子さん。左25度。バッテリー残量 48%。無線機の向こうから聞こえる声の主は、トレーニングウェア姿の70歳。よしこさん。これは一体、どういう状況なのでしょうか。土器を3年前に戻しましょう。ここは東京。谷中墓地近く。細い路地の奥にひっそりと佇む古い砂防ツバメ。毎週火曜日の午後3時。ここには2人の常連客がいます。春子さん、72歳。若い頃から茶道の先生として生きてきた。品のある女性です。いつも端正な着物姿で、静かに話す優雅な方。よしこさん、70歳。元中学校の体育教師。1年365日トレーニングウェア姿で、今でも声が校庭の向こうまで届きそうな、エネルギーに満ちた人です。2人は40年以上、この町で一緒に年を重ねてきた親友同士。外見は正反対ですが、何でも話せる仲です。近所の人たちは思っています。あのおばあちゃんたち、孫の自慢話でもしてるのかしら。それとも病院の話。でも、それは大きな勘違いです。よしこさん。今回のファントムモーター。出力が前回より 15% は上げないと。優雅に意みを持つ春子さんが言います。わかってるわよ、春子さん。だから配線を全部、やり直したんだから。今度は本当に化け物級よ。向かい側で豪快に笑うよしこさんが答えます。そう、この2人の本当の正体は、東京市にアドローンレース界の隠れた伝説。チーム、銀色の翼。春子さんはチームのメインパイロット。普段の穏やかな姿とは裏腹に、コントローラーを握ると目つきが鷹のように変わります。彼女の飛行スタイルは野獣と呼ばれています。よしこさんは天才的なメカニック。彼女の手にかかれば、廃品置き場の部品も最新鋭のマシンに生まれ変わります。工学を専攻したわけではありませんが、数十年間機械を触ってきた感覚は、誰にも負けません。2人がドローンレースを始めたきっかけは、3年前のことでした。ある日、近所の公園で孫と遊んでいた春子さん。若者たちがドローンを飛ばしているのを見て、何気なく面白そうねとつぶやきました。それを聞いたよしこさんが、じゃあ、やってみる、と言ったのです。最初は遊び半分でした。でも、初めて自分の手でドローンを飛ばした瞬間、2人は稲妻に打たれたような衝撃を受けました。これよ。これが私が探していたものよ。春子さんが叫びました。春子さん。私たち、まだ空を飛べるのね。よしこさんが涙を浮かべて笑いました。それから3年。2人は毎週、河川敷で練習を重ねてきました。朝6時に集合して、午前中いっぱい飛ばす日々。通りかかる人たちは不思議そうに見ていましたが、2人は気にしませんでした。そして今年、すべては1ヶ月前。
一枚のポスターから始まりました。第17回全日本シニアドローングランプリ。優勝賞金100万円。よしこさん。これ、出ましょう。春子さんが真剣な目で言いました。当たり前よ。私たち、ここまで来たんだから。よしこさんが力強くうなずきました。でも、二人にとって賞金は重要ではありませんでした。問題はプライドでした。ある晴れた日曜日の朝。いつものように河川敷で練習飛行をしていた二人。そこへ、最新装備で武装した50代の男性チームが現れました。チームサイバーホーク。おい、おばあちゃんたち。まだそんな旧式の機体で飛ばしてんのか。リーダーが傲慢に笑いながら言いました。見ろよ。あの機体、10年前のモデルだぜ。博物館に寄付したらどうだ。仲間たちがゲラゲラ笑いました。今度の大会の優勝は俺たちのもんだ。老人ホームで囲碁でもやってりゃいいんじゃねえの。よしこさんがカッとなって、スパナを持って立ち上がろうとした瞬間、春子さんがセンスで静かに制しました。そして、いつもより静かな声で言いました。若い方。機械はお金で買えますけど、春子さんが一拍置いて続けました。40年の友情の呼吸は、お金では買えませんのよ。大会でお会いしましょう。その言葉に、サイバーホークのリーダーは鼻で笑いましたが、春子さんの静かな迫力に少しだけたじろぎました。せいぜい恥かかないようにな。捨て台詞を残して去っていく彼ら。春子さん、かっこよかったわよ。よしこさんが小声で言いました。でも、よしこさん、本当に勝たないと。春子さんの目が真剣に光りました。その夜、よしこさんの小さなガレージ工房、蛍光灯の灯りの下、二人は徹夜で作戦を練りました。ホワイトボードには、びっしりと計算式と図面が書かれています。春子さん、あいつらの最新機体に勝つには、これしかないわ。よしこさんが指さしたのは、二人が半年前から密かに開発していた秘密兵器、0100ブースター、0.5 秒で最高速度に到達する、瞬間加速システム。でも、まだ完成していませんでした。必要な特殊モーターの価格だけで、30万円を超えていました。春子さん。これ、私たちの老後資金の最後よ。本当にいいの？よしこさんが心配そうに聞きました。春子さんは静かに笑いました。よしこさん。私たちの老後って、今でしょ。今を楽しまなくて、いつ楽しむの？その言葉に、よしこさんの目がきらりと光りました。そうね。やりましょう。二人は郵便局に走りました。貯金を全額下ろして、秋葉原の専門店へ。おばあちゃん、本当にこれでいいんですか？かなり高いですよ。店員が心配そうに聞きました。大丈夫。これで東京の空を飛ぶんだから。春子さんが微笑みました。それから1週間。二人は不眠不休で作業を続けました。よしこさんの天才的な手さばきで、特殊モーターは完璧に組み込まれました。完成よ、春子さん。よしこさんが叫びました。深夜2時。初めてのテスト飛行。河川敷に響く。ドローンのうなり声。行くわよ、よしこさん。
ブースター起動。春子さんがボタンを押した瞬間、ドローンが稲妻のように加速しました。成功よ。成功したわ。春子さん。よしこさんが泣きながら叫びました。二人は抱き合って喜びました。72歳と70歳。真夜中の河川敷で抱き合う二人の姿。誰も見ていませんでしたが、この瞬間が二人の人生で最高の瞬間の一つでした。ついに決戦の日。東京郊外。廃倉庫を改造した特設レース場。派手なネオンサインと、ずんずん響くエレクトロミュージックが心臓を高鳴らせます。参加チームのほとんどは、5060代前半の男性たち。最新装備に身を包んでいます。その中へ、着物姿の春子さんと、トレーニングウェアのよしこさんが入場すると、会場がざわつきました。あのおばあちゃんたち、本当に参加者なの？記念参加かな？かわいそうに。恥かくだけだろう。ざわめきなんて。二人は気にしませんでした。予選第一レース。スタートの合図と同時に、春子さんのドローンが飛び出しました。最初のコーナー。春子さんの目つきが変わりました。野獣モードに入った瞬間です。地面すれすれを、信じられない速度で抜けていくドローン。すごい。あのおばあちゃん、何者だ。観客たちがざわつきました。予選突破。準決勝も圧勝。そしてついに決勝戦。予想通り対戦相手は、チームサイバーホーク。リーダーが春子さんに近づいてきました。ほう。ここまで来たか。でも、ここまでだな。春子さんは静かに微笑みました。若い方。勝負はこれからですよ。スタートラインに並ぶ2台のドローン。会場が静まり返りました。3、2、1、5。合図と同時に、2台のドローンが弾丸のように飛び出しました。序盤、サイバーホークがリードしました。最新型モーターのパワーは、やはり強力でした。でも、春子さんは動揺しませんでした。春子さん、焦らないで。チャンスは必ず来るわ。よしこさんが冷静に指示を出します。3周目。春子さん、3番コーナー。相手のバッテリー電圧が不安定。今よ。よしこさんの鋭い分析。春子さんがスティックを急激に切りました。ドローンが地面に触れそうなほど、ギリギリでコーナーを抜ける瞬間、追い抜きました。観客席から大歓声が上がりました。やったわ。よしこさんが叫びました。でも、最終ラップ。狭い障害物エリア。後ろから追ってきた。サイバーホークのドローンが、無理な追い越しを試みて、春子さんのドローンの翼に当たりました。機体がぐらつきました。よしこさん。左のプロペラがおかしいわ。春子さんが慌てて叫びました。モニターを見るよしこさんの顔が青染めました。くそ。モーター軸が曲がった。このままじゃ完走も無理よ。スピードが急激に落ちました。また、サイバーホークに先頭を譲ってしまいました。残り距離、わずか100メートル。春子さん。よしこさんが悔しそうにつぶやきました。その時、春子さんの脳裏に3年前の記憶がよみがえりました。初めてドローンを飛ばした日。私たち、まだ空を飛べるのね。
よしこさんの涙の笑顔。春子さんは決心しました。よしこさん、ブースター使うわ。でも、機体が壊れてる。爆発するかもしれないわよ。いいの。私たち、ここまで来たんだから。春子さんが静かに言いました。わかったわ。一緒に飛びましょう。春子さん。よしこさんが涙声で答えました。春子さんの指が、ブースターボタンに触れました。行くわよ。ボタンを押した瞬間、ドローンが稲妻のように加速しました。ゴールまであと50メートル、40メートル、30メートル。サイバーホークに追いついた。でも、大きな破裂音。モーターの一つが白い煙を吹き出しました。ゴールラインまで。あとはずか5メートル。ドローンは力を失い、空中で停止しかけました。でも、ブースターの余韻で、わずかに前へ、前へ、春子さん、よしこさんが叫びました。そして、ドローンはゴールラインの直前、芝生の上に落ちました。0.3 秒差で、サイバーホークが先にゴールしました。あ、観客席からため息が漏れました。でも、会場は割れんばかりの拍手に包まれました。スタンディングオベーション。みんな、二人の勇気に感動していました。会場の隅のベンチ。壊れたドローンを間に挟んで、二人は呆然と座っていました。コントローラーを置いた春子さんの手が、細かく震えていました。サイバーホークのリーダーが、金色のトロフィーを持って近づいてきました。ほら、ごらんなさい。結局、情熱だけじゃどうにもならないんですよ。でも、その目は、どこかうつろでした。彼は勝ったのに、なぜか満たされない表情でした。リーダーが去った後、よしこさんが缶ビールの蓋を、プシュッと開けて春子さんに差し出しました。春子さん、覚えてる？何が？さっきの最後の加速。私たち、本当に風になったわよね。春子さんの目が丸くなり、顔いっぱいにシワが夜ほど明るく笑いました。そうね。私、生まれて初めて、あんなに早く飛んだわ。心臓が破裂するかと思った。ねえ、春子さん。よしこさんが真剣な顔で言いました。何？私、40年生きてきて、今日が一番楽しかったかもしれない。その言葉を聞いた春子さんの目から、一筋の涙が流れました。私もよ、よしこさん。私もよ。二人は誰からともなく、くすくすと笑い始めました。1位を逃した悔しさなんて、その笑い声に洗い流されていきました。そこへ、一人の若い女性が近づいてきました。大会スタッフでした。春子さん、よしこさん。はい、審判団からです。あなたたちに特別賞を贈りたいと。女性が差し出したのは、小さな銀色のトロフィーでした。シニアスピリット賞。この大会で最も勇気と友情を示したチームに、二人は目を丸くしました。賞金は5万円です。それと、女性が続けました。来月、シニア限定のエキシビションマッチがあります。ぜひ参加してください。皆さん、あなたたちの飛行をもっと見たいって。二人は顔を見合わせて、また笑い出しました。トークで、優勝トロフィーを持つサイバーホークは、
写真撮影に忙しそうでしたが、なぜか固く、楽しくなさそうに見えました。でも、ここで、銀色のトロフィーを抱いて缶ビールを合わせる。二人のおばあちゃんは、誰よりも幸せそうでした。よしこさんが夕焼けの空を見上げて叫びました。100万円は逃したけど、今日のビールは1000万円の味ね。春子さんが静かに付け加えました。明日はモーター修理に行かなきゃ。来月のエキシビションマッチ。絶対勝つんだから。当たり前よ。今度こそ。東京の空を制覇するわよ。東京の空の下。二人の笑い声がドローンの音よりも高く、遠くへ響いていきます。二人の冒険は、まだ始まったばかりです。皆さん、今日のお話はいかがでしたか？世間はいつも1位だけを覚えろと言いますが、春子さんとよしこさんは誰よりも輝く、自分たちだけの飛行を終えました。72歳と70歳。でも、二人の心は、誰よりも若く、自由でした。私たちの人生で最も幸せな瞬間は、結果を超えて、全身全霊で何かに夢中になっていた。その過程そのものではないでしょうか。年を取ったからって、諦める必要なんてない。春子さんとよしこさんが教えてくれました。皆さんにお聞きしたいのです。年を取ってから、友達と一緒にぜひ、挑戦したいことはありますか？1位になれなくてもいいから、これだけは一緒にやりたいということ、コメントで教えてください。皆さんの大切な夢を応援しています。チャンネル登録と高評価は、次のストーリーを作る大きな力になります。本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。